の人24歳ですよ。 24歳見てくださいこのコスプレを車と色を合わせてる。たまたま会ってしまう、嘘ばっかりさっき言ってたじゃないですか実はですねこの子は、車をこれに買ったら洋服がこうなってきた。初めての車はこれですよね。初愛車がこれですね。すごいですね。なかなか狂ってると思うんですけど、狂ってると自分でおっしゃって自分が2000年生まれなので、生まれてない時代ですよね。今の時代便利は便利なんですけど、その不便さもありつつっていう、他でも便利なことはいろいろできるけれども、それがない80年代も素敵だなと思って。ボーイズ&グリーズ TV のお時間です。ご案内の姿です。そしてクリスタこちらの方、お名前は関と申します。年齢は2000年生まれの24歳です。若い。お住まいは東京都です。お仕事は鉄道系の裏方の仕事をしております。はあ、面白そう。そしてこちら車、関さん何でしょうか。トヨタの初代のソアラになります。懐かしいございますね。そして年式は81年式ですね。1981年式、はい、ということで今回は1981年式のトヨタ初代ソアラと2000年生まれの関さんでお届けします。お楽しみに。関さん、はい、愛車遍歴教えてください。初の愛車がこちらのソアラになります初めてこれになります。マジでございますか。はい、すごい若者でございます。何年前ですか買ったの。4年前ですね。20歳の時。この車どんなところと特徴ですか。形ですかね。今の車にはない四角いフォルムが一番気に入ってるところかな。細かいところでなんか好きなところあります。こちらの JAF のマークですね。皆さん大好きなねこれを当時物の七宝焼きの JAF のエンブレムをちょっと取り付けております。オークションかなんかで。そうですね。やっぱ旧車にはこの JAF マーク欲しいですね。欲しいので、海外の方を見ていらっしゃると思うので簡単に説明しますと、ジャパンオートモビルフェデレーションと申しまして、主にロードサービスですね。困った時に来てくれると。よくお世話になっております。お世話になってる。よくお世話になっております。どんなお世話になりますか。この車転送部品が多いので、よくバッテリー上がりを起こしてジャンピングしてもらったりとか。エンブレムはじゃあ伊達じゃないよと。伊達ではないですね。本当でございました。これ2800って何ですか。2800の由来としましては排気量ですね。なるほど。排気量 2800cc なので、それに合わせてナンバーはこれにしております。フェンダーミラーがいいですよね。フェンダーミラー、そうですね。見にくくないですか。見やすい。逆に見やすい。シートカバーどうすかレースの。おじいちゃんカーですよね。おじいちゃんカー。この人24歳ですよ。見てくださいこのコスプレを。車と色を合わせてる。たまたま会ってしまう。嘘ばっかりさっき言ってたじゃないですか実はですねこの子は、車をこれに買ったら洋服がこうなってきた。大体ベージュの服になってきたということでね。はい。いいですか。あとですか。はい、ベージュの服になっちゃいました。はい。あとなんか好きなところあります。ちょっとね今日はね好きなところ。覚えてもらって。このエクストラエディションって何ですか。発売当初の最上級グレードのグレード名になってます。いいですよね。ツートンカラーですよ。ツートーン。ツートーン。ソアラのこのエンブレム、これ何て言うんでしたっけ。グリフォンっていう神話の伝説の生き物なんですけれども、はい、羽の生えた虎のような、ライオンのようなものなんですけど、このゴムなんですかこれ。これは昔の車よくついてた。そうです。昔の車についてたんですけど、アースベルトっていう、はい、一応静電気を逃がす役割があるベルトなんですけど。今売ってますかこれ。今は売ってるの見ないですね。どうしたんですかこれ。これは父親からあげると譲っていただいて。ちなみに今買うといくらぐらい。今買うと多分ネットで1万とか、はい、このゴム1本で。このゴム1本で。すごいですね。でこれスピーカーに横にあるのが懐かしい空気清浄機。そうですね、空気清浄機になってます。この年代はね、タバコを吸われる方がね。そうですね、喫煙率が高いので。ですよね。はい。灰皿も多分4つあるだろう。灰皿もありますし、ご自分も自分のセブンスターをお吸いになって、はい、そこもコスプレ的なファッション的な要素もありつつ、セブンスターが一番美味しいなと。なるほど。宝石も綺麗にレースのカバーが、シートカバーが、これもともとですよ。後付けで自分で購入して。高いですか？結構高いですね。ちなみに6万。6万円でございます。ということで面白いですよ。
外装の次は内装ですよね。一番覚えてるのはやっぱドアなんですけどね。なんか印象的ですよね。さすが高級車って感じで、これなんですかこれ？これはエアコンになりますね。エアコンのタッチパネル。それ電子ってことでしょ？そうですね。昔はガラガラ回したり、ガラガラアナログでガチャガチャやってますけど、この車は確か世界で初のタッチパネル式のエアコンということで、かっこいいもんね。かっこいいですよね。まあ使える。全然使えてますね。素晴らしい。はい。このメーターね。そうですね。メーター類もやっぱりこの車の特徴なので。デジタルでございますよ。はい。確か日本初のデジタルメーターがこの車が搭載のはずなので。クラウンより先。そうですね。クラウンより先だったはずなので。で走行が今57,495。奇跡的な答えでございます。そしてこれじゃん。カセットテープ入れですね。はい、カセットテープになります。カセットテープが入っております。たくさん。アキナちゃんに、ミポリンに、アキナちゃんに、木杉隆夫、石川ひとみに、村下幸三に、あとベイブがやばい。ベイブ。YouTube で検索してみてください。80年代どんなところに魅力を感じたんですか？自分が2000年生まれなので、まあ生まれてない時代ですよね。今の時代便利は便利なんですけど、その不便さもありつつっていう。他でも便利なことはいろいろできるけれども、それがない80年代も素敵だなと思って、はい。はい。行きましょうか。そしてはい。出発。行こう。綺麗によくなりましたね。結構頑張ってます。探しました？まあたまたま出てきて、はい、探したっていうか出てきたのを買った感じですね。見張っててなかったけどもポンと新着で出てきた。新着で出てきてそれを買っただけみたいな感じなんですけど。なるほど。初めての車これですよね。初愛車がこれですね。すごいですね。なかなか狂ってると思うんですけど。狂ってると自分でおっしゃって自分で言っちゃいますけど。はい、どうですか4年間乗ってみて。いやもう修理に悩まされてますが、あ、そうですか。やっぱ距離が57,000キロちょっとしか走ってないので、それがゆえにちょっといろいろとトラブル続きで、あ、そうですか。はい、例えばエアコンがダメになったりとか、まあバッテリーしょっちゅう上がったりとかもしましたし、あ、そうですか。エンジンのガスケットとかがもうダメになっちゃって、はい、オイルダダ漏れで、はいはい、オーバーホール済みのエンジン乗せ替えたりとか。うわー、そうですか。まあまあじゃあ大変ですね。結構な大手術を、車体自体もだってそんな安くないですよね多分。まあ新車買えるぐらいこれ新車当時っていくらだったんですか？新車当時で300万だったので、当時と同じぐらいの値段で、なるほど、買わせていただいて、20歳で300万300万すごいですね。他に選択肢なかったんですか？他にも、まあ、セリカの GT4 とか BMW の E24、まあ、全般的におかしい車が好きなので、はい、その中でこれが一番欲しいなと思って、なるほどね、はい、買いましたね。そのクーペ好き車好きはいつから始まったんですか？私をスキーに連れてって、はい、あれの映画を見まして、はい、それ何歳？その時小学生とかだったかな、それを見て、まあ、セリカが出てて、はい、とんでもないかっこいい車だと思ったのが、そこから一気にクーペ好きになったのかなっていう。なるほど。映画から影響を受けて、映画から最初影響を受けてクーペ好きになって、その後に富士見のプラモデルで BMW を買いまして、はいはいはい、眺めてったら、セリカよりいいなと思って、セリカから、はい、まあそれからずっと BM 欲しいなと思ってたんですけど、はい、旧車の外車は怖いなと。そして多分ね300万円じゃ買えないんじゃないですか。買えないので諦めてたんですよ。で中学生ぐらいの時かな、テレビで、それまだ中学生なんだかわいいな。その時も中学生ぐらいだったんですけど、その時にテレビで今度はこの方のソアラが出てきて、なんだこのとんでもないかっこいい国産クーペはと思って、なるほどね、もうそこから一気にソアラ一直線でなるほど。今後車どうしていきたいですか？今後はもうずっと乗り続けて、この車一本で行こうと。マジですか？はい、考えてます。いやすごいですねちょっと僕今日もタイムスリップさせていただいて感動いたしました、ありがとうございます。ありがとうございます、乗ってまいりました。はい、すごいいい車、44年前とは思えないすごい乗り出しの良さとそうやって踏んだ時にかっこよかったね。そうですね。
もちろんエンジン始動した時の音までガクンみたいな感じとか、ああいうの懐かしいなーって感じですけど、トヨタの当時の最高級車を感じさせていただきました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。トヨタソアラ100点満点中何でしょうか。100点で。お、100点久しぶりに出たんじゃないかな。100点、その理由は。自分の人生を大きく変えてくれた車がこのソアラなので、なるほど。はい、もう人生の一部ということで、100点満点をつけさせていただきます。いただきました。じゃあ最後に関さん、トヨタソアラ乗り続けますか。はい、乗り続けるつもりで購入したので、これからも大事に乗り続けていこうと思います。本当にこれは超貴重な車でございますので、大切に乗っていただきたいと思います。今回のボーイズ&グレイス TV 関さんとトヨタソアラ初代の1981年式でお届けをしました。またね。